ご視聴ありがとうございます。今回は、とある場所にある SL のご紹介です。名前にそぐわぬ本格派の車両と、車両だけでない魅力、そして気になる今後に注目です。ここは、愛知県を中心に路線網を広げる、名鉄こと名古屋鉄道のローカル支線、名鉄蒲郡線の子供の国駅です。過去にこのチャンネルでもご紹介した蒲郡線。この駅は仙台で唯一、6両編成に対応したホームを有しています。蒲郡線の動画は過去2回公開していますので、概要欄から見てくださいね。この路線は、愛知県南東部の吉良吉田駅から蒲郡駅までを結ぶ、全長 17.6 キロの路線。ワンマン運転が行われており、他の路線との直通運転はありません。ホームにはしっかりした作りの屋根もありますが、柱には錆が浮いており、床の仕上げも簡素な感じです。しかもホームの中間には屋根がありません。かつては一部の特急も停車していたこの駅ですが、今では2両編成の普通列車が30分間隔で運転されるのみです。自動券売機はホーム上に1台だけ。雨の日に上がる階段を間違えると、少々厄介なことになりそうです。ただし蒲郡線内では、つい数ヶ月前に駅舎が解体された駅が2つあり、それらの駅では、乗車駅証明書発行機のみが代わりに設置されています。かつて複線化が計画されたことから、橋脚は複線分あります。この蒲郡線の現状は、後の話にも関わってくるものです。そして今回ご紹介する乗り物は、この駅からも見える、あの山の上にあります。駅の外へと向かいます。この駅には、エレベーターやエスカレーターはありません。駅を外から見ると、階段部分以外は土手の横に床板が渡されている構造なのがわかります。ホームの真ん中に屋根がないのも、この構造が理由のようです。なお、駅の正面には三角屋根の駅舎がありましたが、数年前に解体され、今では屋根の跡だけが残っています。そして今回ご紹介する乗り物がある場所が、この駅の名称にもなっている、愛知こどもの国です。駅名になっているだけあって、駅前広場には案内看板もあります。愛知こどもの国は、旭ヶ丘と夕日ヶ丘という、2つの区域に分かれています。入り口までは1キロもありませんが、途中は上り坂になっており、案外体力を使います。ここが、こどもの国の入り口です。ただしこの場所は、旭ヶ丘寄りの場所。今回ご紹介する乗り物は、西側の夕日ヶ丘にあるので、園内を移動できる乗り物で夕日ヶ丘へと向かいます。この乗り物は、200円で1日乗り放題となる、ランドトレインです。トレインとはいうものの、先頭車両は普通の自動車で、その後ろに乗客が乗る車両が連結されています。ここから夕日ヶ丘まで、片道およそ15分かけて結びます。園内は歩いて移動することもできますが、広くて坂道も多いので、ランドトレインを利用するのが無難です。奥に見えるのが夕日ヶ丘。途中には複数の停留所があり、トンネルや坂道を抜け、園内のおおむね中央にある橋を渡ると、夕日ヶ丘に入ります。ここからしばらくは、ひたすら急勾配を駆け上がります。車窓からは三河湾を一望することができ、視界が開けた場所からは、先ほど私がいた蒲郡線の線路を眺めることもできます。そしてこの構図は、名鉄の駅で流れている動画にも採用されています。出発から15分、夕日ヶ丘に到着です。ここまででも十分高いところまで登ってきましたが、ここからさらに階段を上がった先、坂道を上がった場所のさらに上に、その乗り物の乗り場があります。今回ご紹介する乗り物が、その名も子供汽車。他の乗り物よりもさらに数段高い場所にある子供汽車は、愛知こどもの国が開園した1974年に導入された乗り物です。線路は夕日ヶ丘の中でも標高の高い場所を取り囲むように敷かれており、全長は1135メートルに及びます。この線路を時計回りにおよそ7分かけて走ります。現在では3歳以上は1人1回300円で乗れます。券売機の上には名鉄の各駅でも見かける切符売り場の看板があります。券売機は現金のみで、紙幣は1000円札しか使えない制約がありますが、昨年10月から QR コードを利用したキャッシュレスでの利用もできるようになりました。12時台を除いて30分間隔で運行されており、冬場は最後の1本が運休となるため、ダイヤは季節によって分かれています。
乗り場はこのさらに上。改札は5分前なので、駅舎の周囲にある看板類を見ながら時間を潰します。看板に書かれている標識は一般の鉄道でもよく見かける設備で、これらの中には実際にこの線路に設置されているものもあります。山の傾斜に沿って線路が敷かれているものの、途中には勾配もあり、駅の手前には30ミルの勾配もあります。そしてその奥にあるのが、線内唯一のトンネル、山彦トンネルです。このトンネルの上には、子供汽車の線路の真ん中にある展望台に続く道があり、駅や線路よりも高い場所になるため、それらを上から見下ろすことができます。駅自体は2面2線となっており、さらに右側には整備用と思われるピットや、右奥には転車台らしきものも見えます。客車は5両編成が2つあり、SL も2両あるようですね。遊園地の乗り物ということと、土地が限られていることもあってか、2本の線路の間隔、期間は少々狭めです。この線路の期間は762ミリ。標準機と呼ばれる1435ミリや、JR や名鉄などで使用されている1067ミリよりも狭い、ナローゲージと呼ばれる規格です。国内の鉄道では少数派で、山間部などのローカル線が中心です。駅舎の横にある看板には、運行されている SL の説明書きもあります。2両ある SL は、いずれも子供汽車の運行が始まった74年に製造されたもので、製造から50年近くになる車両です。一方、改札の左側には、より詳しい説明書きがあります。SL にはそれぞれ名前が付けられているものの、もの自体は両方とも同じです。いろいろ気になるところがありますが、間もなく改札が開きます。ところで改札周辺にある注意書きには、石炭のすすがつくことがありますが、一切の責任は負いませんという文言が。改札を済ませ、ホームに上がります。2面あるホームのうち、こちら側が乗車用、反対側が降車用となっています。5両の客車のうち、一番後ろは車掌車が一体になっており、この車両だけは他とは別物になっています。夕日が丘まで乗ってきたランドトレインとは違って、窓もついていますが、今の時期は換気のために開放されています。遊園地の乗り物ながら、一面茶色に塗装された客車からは旅情が漂います。先頭車両に乗り込みます。昭和感あふれるこの内装。座席は進行方向を向いた固定式のクロスシートです。もちろん、機関車のすぐ後ろに陣取ります。SL の外観がこちらです。全長 4.86 メートルの小ぶりな車体ですが、運転台など、基本的な機構は一般の鉄道のものと同じようです。SL を製造した京産工業は、1940年に設立された会社で、かつては小型蒸気機関車や貨車を製造していました。子供汽車で使われている客車も、すべて京産工業が製造した車両です。SL は1991年に製造した100両目で一旦製造を終えましたが、2013年には個人からの発注を受けて製造したことがあります。遊園地の SL の中には、実際には蓄電池などで動いているものもありますが、この SL の機構は一般のものと同じで、ボイラー内にある過室と呼ばれる場所に石炭をくべるのも同じです。子供汽車という名称ではありますが、中身は本格派です。一方、この SL には少々変わったところもあります。それが、客車の前についている、この車両。SL には、テンダー式とタンク式の2種類があります。テンダー式は、機関車の後ろに水と石炭を積んだ車両をつなげるもので、それらを頻繁に補充しなくて済むことから、長距離運行される機関車で採用される方式です。一方のタンク式はそれらをまとめた方式で、主に短距離輸送に用いられていました。両車にはそれぞれ長所と短所があり、国鉄のような大規模な事業者の場合、両方を保有していました。走行距離の短い子供汽車がテンダー式を採用しているのは不思議ですが、2両目につながっているのは実はディーゼル発電機で、この発電機で照明などを賄っています。本格派の機構を採用しつつ、要所要所でアレンジされています。まもなく発車です。機関車の先には信号機も見えています。赤と青の2灯式ですが、一般の鉄道で使われているのと同じもののようです。係員が安全確認を終え、運転台に乗り込みます。子供汽車は運転士と機関助手の2名で運転し、最後尾の車掌と合わせ、3名で運行します。この先、音量注意です。
派手な汽笛を鳴らし、発車です。大変長らくお待たせいたしました。本日は子ども汽車をご利用くださいましてありがとうございます。進行中は危険ですから、デッキには出ないようお願いいたします。なお、窓を開けられましても結構ですが、手や顔を出したり、物を投げないようお願いいたします。この汽車は昭和49年8月に作られた石炭を焚いて走る蒸気機関車です。左手に見える山々は国定公園の三金山です。まもなく踏切に差し掛かりますが、この踏切を左下に下がっていきますと中央広場へと続いております。この子ども汽車の一周は約1000メートルありまして、右に左にとカーブをしながら林やトンネルを通って回っております。蒸気機関車の運転整備重量は 8.3 トン、乗客は最高13気圧で約40トンの荷を引く力を持っております。運転整備重量とは、蒸気機関車に水、石炭をいっぱいに積んだ時の重さです。蒸気機関車の後ろの黒い箱型の車両は電源車といい、ディーゼル発電機を使って車内の放送、照明などができるよう装置がしてあります。出発してからおおむね半分のところまでは林の中を駆け抜けます。左側に運転士、右側に機関助士が立ち、2人で連携しながら SL を走らせます。一般の鉄道の SL に比べると小ぶりな車体ですが、煙突からは煙がバクバク吐き出されています。まもなく左下に中央広場が見えてまいります。この広場には中央管理棟をはじめ、監督レーンの乗り場があります。広場に続いて連なる山を旭ヶ丘といいまして、芝生広場、遊具広場、ボーティン広場、キャンプ場、遊水池などがありますので、こちらの方も合わせてご利用ください。このカーブを回りますと、国定公園の三河湾が見えてまいります。近くに見える半島は西浦半島です。その左手、西浦の町並み越しに見える島は蒲郡の三河大島と小島です。またすぐ下に見える駅が名鉄の子どもの国駅で、ここから一番近い駅となっております。駅がこれだけよく見えるということは、そう、逆に駅の側からも、ここを走る子供汽車がよく見えるのです。駅だと少々わかりづらかった編成全体の様子がよく見えます。最後尾だけは車掌車も兼ねているので、デッキが前側にあるのがわかりますね。遠くに細長く見える半島は、お花畑や比喩の石門などで親しまれております常春の里、渥美半島です。見晴らしの良いところが途切れると SL は一気に加速。この先すぐのところに上り30%ミルの勾配があるのです。最高速度は20キロ強ですが、それでも力強い走りで木々の横を突っ切っていきます。この先のカーブを大きく回りますと、左の近くには滝島が見えてまいります。近くには日中島、篠島などが見えてまいります。左下、林の中には山の自然を利用して作られました遊歩道が、左前方道路沿い林の中には造形動物が置かれた道の広場がありますのでご利用ください。前方に見えるのが山彦トンネルと展望台に向かう歩道です。半径40メートル級のカーブが連なるこの場所には、子供汽車にしては珍しく、線路の左側にまとまった土地があります。線路脇の割に草はほとんど生えておらず、立ち入れるなら写真も撮りたいところです。トンネルの手前には場内信号機もあり、煙をバクバク吐きながらトンネルへと突撃です。汽車はトンネルに入ります。
山彦トンネルの全長は40メートル。中にはイルミネーションもあり、楽しめる工夫がなされています。トンネルを抜けるところで汽笛が鳴ると、短い旅も終わりです。ホームは乗車用と降車用で分離されているため、出口は右側に変わります。終点に到着です。右奥には転車台があり、2本ある線路の両方から発車できるよう、信号機も2本あります。降車用ホームは SL の先に撮影用の区画があるので、このタイミングで先頭部に回り込みます。私が乗ったのは B12、潮風と書かれたヘッドマークのある SL です。ホームの反対側にいるのが B11、松風です。似たようなカラーリングのヘッドマークですが、描かれているものはそれぞれ違いますね。乗車後の方が時間があるので構内をゆっくり観察でき、動力に使われている石炭の実物もあります。左側が動力のピッチ練炭、隣のものとは見た目が明らかに違います。降車用ホームからは、先ほども映っていた客車を両側に見ることができ、前方にある階段の途中からは、床下も観察できます。車体が小さく、機関も狭いだけあって台車も小さいですが、一般の鉄道と同じ仕組みなのがわかりますね。階段を降りたところにも、また見どころがあります。ここには、沿線で撮影された写真が展示されています。沿線で撮影できる場所は限られる子供記者ですが、公式サイトから申し込むことで、独自の撮影会を行うことができます。日中の撮影であれば4時間までは1人当たり3000円。それ以外にも、打ち合わせ次第で時間を延長することもできます。ただしこれらの写真、何か気づかないでしょうか。ヘッドマークを見ると、写っている SL は潮風ばかり。これは偶然ではありません。もう一両の松風はボイラーが故障してしまい、現在は圧縮空気で動かしています。園内を一周する運行には、基本的に潮風号のみが用いられているのです。多くの来園者に愛されている子供汽車ですが、少々気がかりなこともあります。愛知こどもの国を含む三河湾にまつわる観光は、1950年代後半から活発になり、蒲郡線の複線化に向けた動きがあったのも、観光需要を念頭に置いたものです。6両分のホームがあるこどもの国駅は、愛知こどもの国の開園に伴って移設されたもので、かつては一部の特急も停車するなど、華やかな時代もあったのです。ところが、レジャーの多様化などを受け、その勢いは衰えていきます。名鉄が関わっていた沿線のレジャー施設は閉鎖され、蒲郡線も他の路線と直通しない、ローカル支線になりました。愛知こどもの国もその煽りを受け、来園者の減少が続いていたのです。過去にはプールや動物園が閉鎖され、汽車乗り場までの案内板にも文字が消された跡がありました。向かって左側に伸びていた矢印も上から消されており、施設が縮小されている様子が伺えます。子供汽車も現在では30分間隔ですが、かつては20分間隔だったのです。また、現在動いている B12 も、過去にボイラー故障を起こしており、その際にはクラウドファンディングで修理費用を賄っていたところに、厳しい状況が伺えます。国内でも少なくなってきた本格派の蒸気機関車。末永く走り続けるといいですね。ご視聴ありがとうございました。